Hey, what's up? キャプテントラジローです。今回は初心者向けよくあるギミック攻略集、これ見るだけで戦闘の基本を解決しますというテーマでお送りします。14の戦闘といえば、スキルなどを駆使して戦うだけではなく、敵が使ってくる技にも対応していく必要があります。敵の技には様々な動きがあり、それをギミックと呼び、そのギミックを処理しながら戦っていくのが基本的な流れであると。で、戦闘中にいろんなアイコンやマーカーが出たりしますが、初心者の方はなんこれって感じでいきなり出てきて分かんないよっていう方も多いし、ある程度やっていてもよく分からんっていうのもあるんで、なんとなくやってるとか処理方法が分からんなど、そんな悩みを解決するためにギミックの紹介と処理方法、さらにはこんなことしておくといいよっていう補足を入れながら解説します。この動画を見ればゲーム内で起きる基礎的なことが分かり、攻略が快適になり、俺強えっていう状態になるんで、ぜひ参考にしてください。それと、目次リストはね、コメント欄と概要欄に作っていますので、このギミックだけちょっと見てみたいなという方はそちらのチャプターから選択してみてください。それではまず範囲攻撃からいってみましょう。範囲攻撃 AOE とはエリアオブエフェクトの略称で、このゲームで範囲攻撃いっぱい出てくるんですけど、それを AOE と呼びます。このゲームの基礎中の基礎である AOE、 これは予兆でここに攻撃するよっていう着弾点を表示して、そこに入らないように回避します。どのコンテンツでも最も出てくるものなので、まずはこれを回避することを最優先にしましょう。この手の攻撃はだいたいダメージが大きかったり、防御低下や様々なデバフがつくことが多いので、最優先して回避しましょう。慣れてくるとこれを避けながら攻撃を行うことで最高率でダメージを稼げます。逆に慣れすぎると最大火力を出すために限界ギリギリまで殴り続けて、避けたつもりが被弾してしまうという慣れた人ほど起きてしまう悲しい事故があります。あの人粘りすぎじゃね。次にマーカーです。基本オレンジ色で、自分中心に表示されている範囲に着弾するんで、味方と被らないように一人で受けるようにします。よくある事故は全員にこのオレンジのマーカーの色がついた時に、3回する際にお隣さんと一生空気の読み合いをして、右行けば一緒に右、左行けば一緒に左と赤い糸で結ばれてるんですかくらいの勢いで、気があって、結局2人が被弾して一緒に仲良しするなんてことはみんなも経験したことがあるのではないでしょうか。中にはコンテンツ専用のマーカーの色がついたりするんで、その際はコンテンツに合わせる必要があります。次に頭割りなんですけども、これパーティーメンバーの誰かにつくマークで、これは1人に対して即死級のダメージを与えてくるんですけど、このマーク範囲内に入った人数に対してダメージを分割することができます。ダメージが超でかいことが多いんで、全員で入るようにしてできるだけダメージを分配することでヒーラーの負担を減らします。さらに慣れてくると、タンクならリプライザル、 DPS なら牽制など軽減ロールアビリティを合わせるとさらにダメージを減らせるため意識していきましょう。あとは各ジョブの軽減アビリティも使っていきます。で、ヒーラーは使用可能ならマーカーが見えた時点で軽減やバリアを展開します。頭割りにも2パターンあり、マーカー対象者を中心とする落下型の攻撃と対象者を中心に直線攻撃するパターンがあります。いずれも集合していれば問題ないのですぐに入るようにしましょう。初心者によくあるのは範囲攻撃だと勘違いして味方から離れないとって言ってね、走っていくんですけども、それを一生追いかける先輩非戦たちの様子は何度も見たことがあるでしょう。待ってくれー。次に視線ギミックなんですけども、ボスから目のようなアイコンと同時にだいたいセットでなんか技名を詠唱してくるので、対象から後ろを向いて回避します。発動タイミングは技の詠唱が完了するタイミングのケースが多く、詠唱完了と同時にギミックが発動し、その時点で直視しているとギミック処理失敗です。これ食らうとだいたい強力なデバフがついたり、石化したりとか、中には即死してしまうものもあるので、視線のアイコンが見えたらすぐに後ろを向く準備をするか、余裕を持って後ろを向いておくといいでしょう。慣れてきた人ほど限界まで殴り続けてギリギリで後ろに振りまきますが、間に合っていないっていうケースもあり、恥ずかしい思いをするのは皆さんもあるのではないのでしょうか。あいつ粘りすぎじゃね。続いて距離減衰。敵がフィールドのどこかに広がるようなエフェクトのものを設置します。そこが着弾点ではあるのですが、そこから近いほどダメージが大きくなります。
これ近くで受けるとダメージがめちゃくちゃでかくて、少し離れたから大丈夫でしょうと思ってたら普通に即死級のダメージが来るんで、必ず大きめの距離を取るようにします。次にフレアマーカーなんですけども、距離減衰攻撃と同じ原理で処理するのですが、普通の距離減衰がフィールドのどこかに設置するというものに対し、フレアマーカーはパーティーメンバーの誰かに付与され、付与された人から距離減衰攻撃が発生します。つまりマーカー対象者はパーティーメンバー全員から離れるようにして動きます。コンテンツによっては一定時間後に設置型を行うタイプもあって、設置した地点から距離減衰が発生するので、みんなから離れる、設置する、設置点から自分も逃げるという行動を行います。初心者でよくあるのは頭割りと勘違いしてパーティーメンバーに突っ込んでいくのですが、それにびっくりして逃げ回る先輩非課戦の様子はみんなも経験したことはあるでしょう。次にノックバックなんですけども、これは前兆がないことが多く、コンテンツやギミックを経験してから気づくことが多いのですが、何かの技の後に大きくキャラクターが吹っ飛ばされる現象をノックバックと言います。ただ吹っ飛ばされるだけなら問題ないのですが、吹っ飛ばされた先が落下地点とか、吹っ飛ばされた先で範囲攻撃が着弾するなど、何かが重なることが多いです。これはコンテンツによっては吹っ飛ばされた先を安全な位置にするために調整したり、アビリティで阻止することが可能です。タンクと DPS の近接陣はアームレングス、キャスターとヒーラー陣は堅実魔、これらを前もって使用することで数秒の間ノックバックを阻止するので、気にすることなく攻撃を続けることができます。なのでどれがノックバックかを事前に知っておく必要があるので、初見の場合は初見殺しのギミックだと思っておいて OK です。続いて塔ギミック、通称塔と呼ばれるこのギミックはフィールドのどこかに出現した際に、その円の中に誰かが入ってギミックの発動を阻止します。タイミングは塔が出現したらすぐに入るようにし、塔が消えるタイミングで誰も入っていないとパーティー全体に痛い攻撃プラスデバフがつくことが多いです。この塔の出現数はコンテンツによって様々ですが、一つのものもあれば複数のものもあるんで、複数出た場合は手分けして入ります。塔を処理したとしても同時に塔の中に入っていた人にダメージが発生することがあるので、ヒーラーの人は要注意であります。続いて1000ギミックなんですけども、1000ギミックは複数あるんで、それぞれ1000ギミック集として解説します。まず敵雑魚戦なんですけども、ボスと戦闘中に雑魚出現時に紫色の線でボスと雑魚が結ばれることがあります。この状態は結ばれた雑魚を倒さないとボスにダメージが入らないという状況が多く、雑魚を優先して倒すようにします。ボスに限らず男女の道中でも発生することもあるので、基本の考え方として線の中心以外を倒すようにします。要は線で結ばれた先の者たちを先に倒すようにすると考えておけば OK です。次に鎖ギミックなんですけども、プレイヤー同士が線というよりかは鎖みたいなものでつながれます。ノーマルコンテンツで見かけることは少ないんですけど、稀に発生するので覚えておきましょう。まずパーティー内で誰かと誰か2名が鎖で結ばれるのですが、結ばれるまでだいたい予兆時間が発生します。頭の上に円を描いたような鎖が出現し、一定時間後に薬が結ばれます。でこのギミックは鎖が結ばれている間にデバフだったりや全体ダメージなど基本デメリットしかないものが鎖でつながれている間に連続で発生するので、結ばれた人同士はお互いに離れて距離を取り鎖を切る必要があります。この時要注意なのは、鎖は切る距離が決まっているんで、結ばれた位置が近いほど安全に早く切れます。これがお互いが離れている状態で鎖が結ばれるとさらに外へ離れていき、コンテンツによっては落下する外周などで行き止まりとなり、最悪切れなかったり、切れるものの離れすぎて回復が届かなかったりなど全滅の可能性も高いので、鎖が結ばれるまでの猶予時間にお互い集合してから鎖が結ばれたのを確認してから切りにかかります。よくある事故は集合したものの鎖を切るために左右へ走り出したつもりがお互いに同じ方向を走り空気を読んで反対行こうとして、それも重なって一生切れないっていうね、鎖事故は誰しもが経験したことはあるのではないのでしょうか。次にセントリギミックなんですけども、こちらもコンテンツが限られてくることは多いですが、よく見るギミックなので解説します。基本はボスもしくはフィールド内の置物などから誰かにランダムでオレンジ色の線がつきます。この手の攻撃はだいたい対象者に大きなダメージ、大ダメージが入ることが多いので、
基本はタンクが取ることが多いです。なのでタンクはフィールドでこの線を見かけたら喜んで線を取りに行きましょう。取り方のコツは誰に線がついたのかを確認し、余裕を持ってボスと対象者の間を通過して線を横取りします。この時速度が速すぎると取れないっていう事故もあるんで、ゆっくり進むようにしましょう。さらにこの手の攻撃は対象者へ直線攻撃とか前方扇形の範囲攻撃とかもあるんで、タンクは線を取ったらみんなとは逆方向へ行くようにしましょう。タンク以外の人も気をつけるポイントがあり、線対象になった人は線を見やすくするためにボスなどから距離を取るようにしましょう。近すぎるとタンクも線を取ることができなかったりします。応用としては二度付け禁止で連続で線がつくという場合があります。これはパーティーメンバー複数で順番に線を取って処理するという場面もあります。続いてタンク強攻撃なんですけども、最近では比較的にタンク強攻撃が分かりやすくなり、対象者に赤いマークのようなものが出ます。これはタンクに大きなダメージが入るので、タンクは防御バフやヒーラーは軽減を準備します。中にはこれが範囲攻撃だったりや直線攻撃に扇形範囲攻撃だったりすることもあるので、タンクは基本通りパーティーメンバーとは真逆の位置で受けるようにしましょう。ちなみに厳密に言うとタンクというよりかはヘイト1位が対象ということが多いので、もしタンクがスタンス入ってなくてヘイトも確保できていなければ、他のパーティーメンバーのヘイトトップが犠牲になることは間違いなし。最後に青パンチなんですけども、こちらも稀に出てきますが、青い円を中心に発生地点から大きなノックバックと、青い円の範囲内は即死ダメージが入るんで、円ギリギリに待機して飛ばされるっていうのが基本です。大体のコンテンツは飛ばされた先が落下する危険があったりするんで、位置を調整したりや、中にはアームレングスや堅実魔が効くこともあるんで、緊急時はこれを使って乗り切るのもいいでしょう。はい、ということで初心者向けにね、とりあえず基礎となるギミックは解説させていただきました。とりあえずね、これ頭に入れておけば大体のものはね対応できると思うんで、ぜひお試しください。はい、ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。トラトラジロトラトラジロこんな感じに生きてゆくトラジロンド